さあどうかしらね。なんて聞いてこなかったでしょ。何言ってるの千代美。私ができちゃって仕方なく結婚したんでしょ。もう一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。南くん。どこだ千代美。ここだよここ。南くん。東京だ。ね、ちょっと一体どういうつもり？だから昨日言ったでしょ。ダンスのワークショップ。南くんのところにおいでください。ちょっと待てよ、なんでそうなんだよ。私だってちょっと傷つくんだよ。なんでお前が泣いてんだよ。なんでもないってば。嘘。堀切千代美ですよ。千代美。はい、堀切さんって方も千代美さんって方もうちにはいらっしゃいません。このアドレスってってことはお兄ちゃんとお姉ちゃんは。一寸姫の服なんですって。一寸姫。ほら、ここに伝わる伝説の小人みたいなお姫様いたんですって昨日。小人のお姫様。最近ちょっぴり元気がなかったおばあちゃん。元気になったのはいいんだけど、実は私昨日とうとうおばあちゃんにこの姿見られてしまったのです。おやまおばあちゃん、これには訳があって。なんだこんなところにいたの。ずいぶん探したんだよ。昨日だってね、俊一がいなかったら火事出しちゃう男だったのよ。おばちゃんが？ばあちゃん、鍋つけっぱなし。おう、登るかい。元気になってくれたのは良かったけど。そっか。じゃあエミちゃん留守の時、私もちょくちょく顔出すね。ごめんねりっちゃん。りっちゃんも千代美ちゃんのことで大変な時に。私もその方が気が紛れるし。じゃあお邪魔しました。ありがとう。おばちゃん、また来るね。はい、またね。ごめんねお母さん。例え話は苦手でうまくは話せないけど、君と僕の不思議な話をしよう。ポケットの中に収まる小さな話じゃないんだ。神様のいたずらでドラマティックな扉開けた二人で描
幸せの形に名前なんてないけれど君と作る世界なら魔法のように消えない言葉書き込んでめくるページおとぎ話の続きみたいに僕らずっと笑えるね虹のかかるその向こうへ君とならきっと行けるんださあ描いてみようハッピーエンドの物語はあ？家に残る？うん。だってお前ばあちゃんに見つかったんだろ。ばあちゃんあの分じゃきっとまた会いたがってお前のこと探すぞ。私じゃなくて一寸姫にね。今はちょっと変になってるからいいようなものの、いやよくないよ全然。お願い、私もおばあちゃんのこと心配なの。何かあったらすぐに連絡するから。ああ、フェロモンの村また休みかよ。もう最悪だよ。あいつの匂い嗅げないなんて何のために学校来てっかわかんねえじゃん。そうなんだ。よかったじゃん。さっきやっと来たよ、堀切氏からね。なんだって千代美。書いてあるのはワークショップのことばっかだった。大変だけど楽しいって。元気そうで安心したよ。でも欲を言えば俺にも動画欲しかったな。そのワークショップのことなんだけどさ。うん。実は千代美ワークショップ参加してないみたいなの。え？やっぱり陸にも動画とか送ればよかったかな。いやでもな、南くんに撮ってって頼みづらいしな。あいつお前そっくりな人形なんか作ってポケットに入れて学校来てんだぞ。ここに入れてみたくなったっていうか。男のくせに気持ち悪いったらね。なんか南くん陸のこと嫌いっぽいし。高木くん。先生。そっか。高木くんも月うさぎミカエラが堀切さんだったこと知ってたんだ。はい。やっぱポケットの中のちょびこ、これが下地になってるよね。設定は似てますよね。でも堀切さん、なんで急に新作書き始めたのかしら。青いフェアリーいよいよ佳境だったの。多分堀切氏に何か大きな心境の変化があったからだと思います。心境の変化。なんかここに溜まったものをわーっと書いたらたまたま。じゃあそれってきっと堀切さんの心の中に見える心象風景ってやつなのね。ポケットの中のちょびこか。あれが今の堀切さんの心象風景。ひょっとして自分がちょびこになっちゃったとか。嘘嘘。あ、でももしかして何？堀切氏は叶わぬ恋をしてる。どうして？ちょびこが恋をするのは決して結ばれることができない男。つまり2人の大きさの違いは決して手の届かない相手への
断絶感を表してるんじゃないでしょうか。そっか。だとしたら大男は誰かしら。もしかして大男？じゃあ私行くわね。あ、これ先に借りるね。読んだら渡すから。はい。あいつも読んでるのか。読んで。俺と同じ気持ちで人形。一寸姫さん、出ておいで。そこかな。いた。 I'm going to talk about how you can be a lucky person. In this world, there are two types of people. Those who consider themselves lucky and those who don't. My research shows that there are quite a few. これおばあちゃんが作ってくれたの？うん、だってさ、一寸姫はやっぱりそういう格好でないとね。嬉しい、素敵、ありがとう。わらわは嬉しいぞよ。あ、誰か来たみたい。律子です。はい。ちょっと隠れてな。おばちゃんどう？体調。ああ、今日は随分と調子が良くてさ。よかった。毎晩飲んでくれてんの、マスター。そう。お店終わるとそそくさと出てっちゃって。いやー参ったよ。もうカリカリしちゃってさ。6人なんですけど大丈夫かしら。あ、はい。やべえな、ちょっと律子いねえのにな。いいよ。どうぞいらっしゃいいらっしゃい。はいどうぞ。やっぱりそれって千代美ちゃんが東京行っちゃって寂しいんじゃないの？それもあるけどそれだけじゃ。あの人私と交わせるの嫌なんですよきっと。なんで？仲良かったじゃない。いやもともと私のことそんなに好きじゃなかったんじゃないかなって。あの人ねすっごい好きな人がいてその人に失恋したから身近にいた私で手を打ったっていうか。よし、はい上がったよ。子供2人にも恵まれてお店も忙しくてそういうの忘れて暮らしてたんですけどね。千代美がいなくなってあの人と顔を合わせる機会多くなってで毎日喧嘩ばっかり。でもさ、結婚してからはマスターリーちゃんにベタバレだったんじゃないの？いやそんなことないですよ。だって
私プロポーズされてないもん。えおお、そうなの？うん。千代美ができたからちゃんとしなきゃってなっただけで。やっぱ出来婚って本当だったんだ。バカ長寿。ごめんね、人の旦那さんを。ほら悪ガキだった頃の顔がさ、こう浮かんじゃってさ。いいんですいいんです。バカ上司で十分。でもね、バカジョージもさ、りっちゃんと結婚してやっとまともに働くようになってよかったなと思ってたのよ。それまでは何ヘビメタっていうの？ヘビメタ？そうそうやってたバカ上司ヘビメタやってました。あんさこんな土地狂った格好して歌歌っちゃってさ、いい年こいてろくに働きもせずにさ、口を開けば東京行って一旗あげるとか言っちゃって、本当にね。東京ってお父さん。ありえないでしょ。それがさ、りっちゃんと結婚したら一生懸命働いて頭金貯めてこうやってお店出して、だからさ、今のマスターがあるのはみんなりっちゃんのおかげなのよ。いやそんなことは。りっちゃんだってさ、マスターのこと大好きだから一緒になったんじゃないの？お母さんかな。ほら今だってね、そうやってやきもち焼くっていうのは好きだってことなんじゃないの？ちょっとわかんないな今。まあ少なくともさ、2人ともすごく家族を大事にしてる。だからこそこうやって力合わせて今までやってこられたんでしょ。でもさ、その分子供たちには寂しい思いさせちゃったかなって、特に千代美には。ねえお母さん、アスカが寂しいって泣いてるよ。お母さんね、今忙しいのね。千代美ちゃんお姉ちゃんなんだから構ってあげて。私じゃダメなんだってば。お母さん、ウサギだって寂しいと死んじゃうんだよ。あなたたちウサギじゃないでしょ。それにね、ウサギはそんなことじゃ死なないの。絶対に死なないのね。そりゃ親だって人間だもの。いっつも優しくなんかしてらんないわよ。でも2人ともいい子に育ったじゃない。りっちゃんの愛情を十分に感じて育ったからよ。おやすみ。りっちゃんはね、頑張りすぎなのよ。少しはサボらないと。サボることも大事だよ。あいつなんで練習してこねえんだよ。面白いのよ。面白いの？面白いね。あんた読んでごらんなさいよ。でもアスカが持ってきちゃうんでしょ。おばちゃんごめんね、迷惑じゃないの？何言ってんの、私待ち遠しいのよ。本当？俊一おかえり。おかえりなさい。お邪魔してます。どうも。
どうしよう、南くん帰ってきちゃった。千代美、千代美、千代美、そっちか。やっと帰ったね、団体さん。いやー、ありがとね、2人とも。助かったわ。これ、俺、お店にでも飾っといて。いやーん、託しちゃった。おお、やったじゃん。悪いね。いえ。アルストロメリアね、インカの指とかユリズイセンって呼ばれてて、花言葉は。いいや、覚えらんないから。ダメだ、全然出ねじゃあオムライス。おう、りっちゃん。もう忙しい時に限って連絡つかないんだよな。オムライスね。うん。ケチャップないかな。ケチャップ。りっちゃん、旦那に愛想つかせて出てったんじゃない？ありえる。もう帰ってこなかったりして。ちょっとやめてくれる？そういうのシャレになってないからさ。だいたいマスターは女心が全く分かってないからね。まあね、つうか怖いんだよね。いつ捨てられるかと思うとさ。あ、ジロちゃん、ケチャップない。オムライスできません。じゃあナポリタンで。はいよ、ナポリタンね。ケチャップ。だからないよ。じゃあトマトジュース。あんた赤いの好きだね。はい、いらっしゃい。あれ、千代美のお久しぶり。こんにちは。こんにちは。もしかしてまた行ったのか。はい、どうぞ。ありがとうございます。甘酸っぱいカップルだな。違うわよ。あの男の子は千代美ちゃんにほの字なの。あ、そうだ。ありがとうね。千代美のこと心配してきてくれて。あいつの気持ちもわかるんだよ。誰だって若い時は思いっきりやってみたいもんだよ。なんだよ。おい。いらっしゃいませ。お、南くん。こんにちは。おっす。こんにちは。ケーキ？いや、飲んできます。おお、珍しいね。いつも持ち帰りなのに。ちょっと息抜きにコーヒーでもって。はいよ。じゃあアイスコーヒーいいですか？はい。いやー、嬉しいね。あいつどこ行ったんだ。南くん、すごいね。勉強してるらしいじゃない。うちの千代美もちったらさ、見習ってほしいもんだよ。でもさ、俺の娘だからそんなに期待はできないけども、大学ぐらいはね。でも千代美さんだって努力家ですよ。確かに勉強は苦手かもしれないですけど、他にいろいろ文才とか。あ、いやほら、現に今ダンスという夢に向かって頑張ってるじゃないですか。いいく。僕はそういう堀切氏を尊敬します。はい、お待ちどうさま。アイスコーヒー。どうも。
南くん、私さっきおばあちゃんに見つかった。あいつまたばあちゃんに。高木君だっけ？いや、ありがとうね。千代美のことをそんなに心配してくれて。いえ。ごちそうさま。早っ。あ、南くん。ごめんね、すっかりお邪魔しちゃって。はい。おばちゃんにね、元気もらっちゃった。じゃあ失礼します。もういいよ、一寸姫さん。ごめんね、長話になっちゃって。もうりっちゃん来るとね、いっつもこうなのよ。でもまあおもたせ持ってくるからさ、まあいいかなって思ってるんだけどね。ごちそうさまでした。結局言い出せなかったね。ごめん、俺がついあんなこと言っちゃったから。仕方ないよ。千代美だって嘘つかなきゃいけない理由があるんだろうし。でもやっぱり伝えた方が良かったのかな。千代美が本当はワークショップ受けてないってこと。本当千代美どこにいるんだろう。それどういうこと？ねえ、一体それどういうこと？しかし本当、登るには嫉妬したって。頭はいいわ、イケメンだわ、剣道は全国優勝。そんなやつが隣に住んでてみ。おまけに奥さんエミちゃん。そう、エミちゃんだってな。俺たち最初高校の時電車乗ってわざわざ行ったんだからな。エミちゃんみんなすごい噂だったもん。それよ、登るの野郎がよ。いいじゃない、マスターだって可愛い奥さんもらったんだから。あのね、男ってのはロマンチストなのね。甘酸っぱい記憶を大切に取っときたいのよ。そうそう。あ、おかえり。りっちゃんやっと帰ってきた。どこ行ってたんだよ。すごく忙しかったのに全然連絡取れないし。隣のおばちゃんところ。え？あんたって本当千代美が大変な時にエミちゃんってヘラして。おい、そういうのいいだろ。お客さんがいるんだからさ、後にしろよ。後っていつ？夜になったら飲み行っちゃうでしょ。分かったから今はいいだろ。じゃあいつになったら真面目な話できるの？千代美ね、ワークショップ行ってないのよ。じゃあ千代美はどこにいんだよ。知らないわよ、もう自分で探してよ。知らないってなんだよ。子供のことだろ。ほら、すぐそうやって怒鳴る。もうやってらんない。その帯もいいね。あ、そうだ、おいしい羊羹があんのよ。ちょっと切ってくるからさ、待っててね。よいしょ。おい、あ、南くん。お前何やってんだよ。うろちょろすんなって言ったろ。ごめんね。お客さんが多い日だね。今のうちだ。来い。でもおばあちゃんが。ああ、いい。あら、あすかちゃん。こんにちは。お兄ちゃんいますか？あ、さっきね、ちょっと出てったけどすぐ戻ってくるでしょ。中入って待ってたら。はい。さあ、どうぞどうぞ。あら、俊一いたの？お兄ちゃん。アスカちゃん。ちょっと話がある。
ちょっとアスカちゃんどうしたの？お兄ちゃん、お姉ちゃんの居場所知ってるでしょ？え？何か気になるのかい？あ、いや。いいよ言って。ようかん後にしようかね。お姉ちゃん、これ使ってメール打ってんでしょ？このタブレット使って。ごめんなさい。この間来た時ちょっと見ちゃったの。え？そしたら送信ボックスが開いてて。そしたらそれお姉ちゃんのアドレスだった。アスカちゃんそれはお姉ちゃんこれ使ったんだよね。そんなのお姉ちゃんがこれ使ってないとありえないよ。お願いお兄ちゃん、お姉ちゃんの居場所知ってるんだったら教えて。うち今ボロボロなの、お姉ちゃんがいないから。アスカちゃんお姉ちゃんワークショップ行ってなかったの知ってるんでしょお兄ちゃん。いやひどいよお姉ちゃん。アスカちゃん千代美には千代美なりの理由があって、ただ今は言えないだけなんだ。あいつだって苦しんでる。笑顔で家に帰りたいってもがいてる。だからもう少しだけ待ってやってくんないかな。お兄ちゃん、それってお姉ちゃんとお兄ちゃんは付き合ってるってこと？だってそうじゃない。親にも家族にも言えないことを話してるってことはそういうことでしょ。お兄ちゃん、千代美は俺が守ってやらないと。今千代美には俺が必要なんだ。ごめん今まで黙ってて。私だって好きだった。私だってお兄ちゃんのこと好きだったんだよ。もういいや、ごめん。お兄ちゃんのこと信じるね。お邪魔しました。
大丈夫か？もう事務所みたいになってんぞ。いやこれはにしてもどうすっかな。ばあちゃん、お前の存在完全に信じきってっかんな。もうごまかし聞かねえよ。なんかごめん。あ、ね、それよりさ、うちのお父さんお母さんにプロポーズしてないんだって。は？みんなそう言うけどもさ、俺結構頑張ってんのよ、奥さんに対して。それはそうなんだけど、ただちょっと不器用なだけなんだよな。自分で言ってる。いや、わかるよ。でしょ、でしょ、いやさ、俺あいつと結婚して、大好きなヘビメタやめたじゃん。で、肉体労働してお金貯めて店出したでしょ。雑貨とかさ、花とか置いてさ、俺頑張ってるよな。頑張ってる頑張ってる。浮気だってしねえしさ。偉いね。俺には無理だ。いや、それね、たまには鼻の下伸ばしてニタッとする時もあるよ。エミちゃんだろう。でもさ、ニタッとできるのも奥さんを愛してるからなんだよね。わかる。はい、居酒屋ガン太郎。みたいな優しい奥さんがいるから。どちら様ですか？よく聞こえないんですけど。そうなんだよ。そこをさ、女ってのは分かってないんだよ。千代美ちゃん？本当に千代美ちゃんなの？マスター、千代美ちゃん。あ？りっちゃん呼んできてやりなよ。千代美ちゃんから電話だって。ただ千代美か？お父さん。バカ野郎！お前今どこいるんだよ。ワークショップ行ってないって本当か？今どこを突き歩いてんだ？ほっつき歩いてるよ。どこかは言えないけど、でもお父さんがヘビメタで未来をつかもうとしたように、私も今必死にもがいてる。なんでそれを？お母さんや私たちのためにヘビメタやめて一生懸命働いてくれたんでしょ。この辺盗聴器ねえか？盗聴？いや、盗聴器ちょっとないわよ。いやだってさ。ねえお父さん聞いてる？おう。私はお父さんがお母さんや私たちのために頑張ってくれてること、思ってくれてること、よく知ってる。すっごい感謝してる。おう。でもお母さんはお父さんが思ってるよりずっと乙女なんだよ。今でもお父さんのことが大好きで、お父さんの気持ち分からなくて不安になったりしてるんだと思う。あんな風に見えて本当はびっくりするほど女子なんだよ。乙女なんだよ。今でも私ができたから結婚したわけじゃないんだって信じたいんだよ。お互い惹かれ合って結婚したんだって、そう信じたいんだよ。だからちゃんと言葉にしてあげて。言葉に？お父さん、それって女の子にとってすっごい大事なことだから。分かった。ありがとう。じゃあね。ちょっと待て、千代美。お前なんか勘違いしてるみたいだから、これだけは言っとくぞ。父さんはお前ができたから母さんと結婚したんじゃないぞ。
父さんは母さんのことが大好きで大好きで仕方なくて結婚したんだ。今だってそうだよ。母さんのこと大好きなんだ。ベタ惚れなんだ。律子。ちょっとお父さん。どうしたの？千代美、父さん大事なこと忘れてた。いや本当はずっと気になってたんだけど。え？何？アルストロメリアに思いを込めて。今までずっと言えなくて本当悪かった。18年間こんな俺と一緒にいてくれて本当にありがとう。俺と結婚してください。いや俺と一生連れ添ってください。この花にどんな思い込めたの？アルストロメリアの花言葉は未来への希望、献身的な愛。未来への希望、献身的な愛。よろしくお願いします。ちょっとやめてよ、もうちょっとやめて。あ、ね、もうちょっと慌ててきたからこんな格好できちゃって。私こんな格好でプロポーズ受けたのね、もう。千代美の電話。千代美、千代美。お母さん。千代美。よかったね。千代美、ありがとう。千代美、千代美。どうした？切れた。しょうがねえなあいつは。まあまあでもよかったじゃないの。しおみちゃんも心配してたのよ。いい子だな千代美ちゃん。よし、じゃあご祝儀代わりにもう一盛り上がりしますか。いやごちそう用意すから。私って嬉しい。お兄ちゃん？よし、じゃあ撮るよあれ？アスカちゃんは？あれ？あいつどこ行った？写真撮るよ、写真。あ、撮る。おお、南君。せっかくだからお兄ちゃんも連れてきちゃった。そうね、賑やかな方がいいわよ。なんて言ったってマスターが結婚18年目にしてやっとりっちゃんにプロポーズしたんだよ。記念写真？そっか。私も写りたいな。おい、お前も映れ。でもほら。せーの。もう南くんってばポケットから出すんだもん。びっくりしたよ。おかげで大事な記念日の写真に写れただろ。そうだけど、でももし気づかれたら。大丈夫だって。
あんな集合写真バレやしないって。でも心配すんな。もしバレてもその時は俺が責任持ってお前守るから。守るってそれはどういう？言葉通りの意味だ。ダメ、勘違いしちゃう。きっと南くんはそういう意味で言ったわけじゃないはず。でもどうしよう。ドキドキが止まらない。姉ちゃんどこ行っちゃったの？小さな出会いはこの大きな始まりをくれたんだ。一緒に過ごした日々の中ゆっくりと思い募っていた。寄り添いながら歩く姿は空に浮かぶ月のようにそばにいるのに手を伸ばしてもきっと届かない。ただあなたが好きでいつだって思ってるよ。この胸が切なくなるほどにそうずっとただあなたが好きと素直に伝えたいから。いつまでもいつまでもねそばにいてね。どこまでも二人の日々が続くように。いいもん見っけ。ちょみ逃がしちゃダメよ、フェアリーさん。フェアリー？ありがとう。そしてさよなら。ママね、冬のこと嫌いなの。そりゃ違うよ。どんなお母さんだってみんな自分の子供が大好きなんだ。フェアリーさん、
ママの本当の気持ち知りたい？